前回の善光寺駅に引き続き、今回は市役所前駅を紹介しようと思います。善光寺駅はこのような容器に分割収納できるようになっていて、埃の心配をしなくて良いのが特徴なんです。樽電の看板特急湯煙がやってきました。今日はこの善光寺駅から続く隣駅、市役所前駅と駅間の風景を紹介しようと思います。どうぞ最後までお付き合いください。まずは善光寺駅から先の駅間ジオラマを隣駅、市役所前駅に向けてつないでいきます。我が家の地方鉄道樽の屋電鉄の駅間ジオラマはニトリのベッド下収納容器に収まるサイズに作ってあります。では駅から出てきた線路に続く部分です。駅間ジオラマは幅を収納箱の2分の1にすることで、収納箱に2個ずつ入るように考えて作ってあります。そのためこのサイズになるんです。幅は17センチですが、長さは70センチあるんです。ここに BC フィーダーが仕込んであって、お風呂屋さんがあって、ここに小さな町工場があって、ちょっとした路地があって、そして路地に映画三丁目の夕日の舞台になった鈴木オートがあるんです。怒り狂う堤真一の足にしがみついて必死になだめる薬師丸ひろ子の体を張った演技、よかったなあ。三丁目の夕日最高です。ジオラマは例によって厚さ10ミリのスチレンボードの上に 1.2 ミリのプラ板を貼っただけのベースの上に作ってあります。ここのアパートの前には配達中の酒屋さんがいますね。住宅があって、ここに映画館があります。そして線路はこの端っこを通してあるんですが、線路はこういう向きで善光寺駅セクションにつながります。はい、これからつなげますが、今日は電吉クラブメンバーに声をかけなかったので、かみさんに押さえてもらっています。連結部分はファイントラックの爪だけなので、壊さないように慎重にはめ合いを確認します。じゃあ行くよ。はい、OK、 はまりました。こんな感じで善光寺駅セクションにつながりました。さらにもう一本駅間ジオラマが入っています。これですね。これがつながります。ここに中華屋さんがあって、踏切があって、ここに市役所が、善光寺市役所ですね。この辺が市役所になります。市役所の隣には図書館もあって、間にはバスが発着するバス停もあるんです。これがこういう向きでつながります。しっかり押さえてくれてるかな？いいよ。はい、つながりました。はい、そのまた隣のセクションをつなげようと思います。収納箱から取り出します。まだここに表示をつけていないのですが、この箱に本日のメイン、市役所前駅が入っています。では取り出します。これです。これが市役所前駅になります。向きとしてはこんな向きにつなげます。ではつなげます。じゃあ押さえてもらえる？はい、オッケー。はい、つながりました。はい、この駅は電車の行き違いができて、さらに留置線が2本ありますので、ポイント配線が出ています。善光寺駅の構内が狭いので、止めきれない電車を回送して引き上げて留置しておく役割のある駅なんです。駅は2セクションにまたがっていますので、残りの部分を取り出します。こちらが残りの部分です。では市役所前駅を完成させます。こちらはファイントラック4本をつなげますので、一層慎重な作業が必要です。ファイントラックは爪が折れるとジオラマから剥がして交換しなければならないので、
そこは肝に銘じて作業します。一面二線のホームに留置線が2本あって、ここでも電車を洗うことのできる洗車デッキがついています。こちら側はここでレールが分岐して善光寺方面行きと樽野や湯田中方面行きの乗り場に分かれます。駅はトミックスのローカルホームセットを使っていますが、屋根はオリーブドラムか何かグリーン系の渋い色で塗り替えています。市役所前駅で降りたお客様はこちら側へこう歩いてきて、ここで構内踏切を渡ってこちらの駅舎にやってきます。そこから改札を抜けて表に出て行かれます。あそこに市役所があることから市役所前と命名されました。この先もう2区間セクションジオラマを作ってありますので、今日はそこまで紹介したいと思います。ここから続く部分もまたニトリのベッド下収納箱に入れてありますので取り出しますね。蓋を開けますとこのように2つ並べて収納してあります。それでは丁寧に取り出します。ここから若干傾斜が始まります。向きはこうですね。はい、つなげます。はい、行きます。はい。はい、つながりました。線路は市役所前駅を出ると緩やかな上り勾配に差し掛かりますが、この傾斜が意外と苦戦したんです。樽電を走らそうと思っていた鉄コレの凸型電気機関車がなかなか登れなくて、何度も作り替えをしたんですよ。これでなんとか登れますが、貨車は最大3両までという結構厳しい制限付きになってしまいました。はい、本日最後のジオラマです。今度はですね、川と鉄橋のジオラマになります。取り出して並べてみましょう。こういうジオラマです。ぐるぐるーっとこう回して並べてみますね。このジオラマも基本は置くだけで、隣のジオラマとはファイントラックの爪でつながっています。こんな感じですね。このようにセクションジオラマを一つずつ作って自分の妄想した地方鉄道をつなげていきます。まだ一つ目の市役所前駅までですが、鉄橋を渡ったところには次のみのり駅を作ります。そうやって一つ一つジオラマをつなげながら起点駅から終点駅までつなげられたら夢のようだなと思っています。いやいや、順番に作っていくつもりもないのですが、例えば終点の湯田中駅を先に作るとか、車庫や工場のある北樽野屋駅と電車区を先に作るとか、モチベーションの上がるものからやっていけばいいんです。多分死ぬまでかかってもできませんが、電吉クラブには若い仲間がいますので、彼らに夢を託すのも幸せですよね。それでは始発駅善光寺駅から市役所前駅を通って善光寺川橋梁までの区間を通しで見てみましょう。まずは善光寺駅です。詳しくは前回の動画で見てくださいね。善光寺駅を出ると線路は単線になるんです。用水路と踏切を渡って線路は善光寺駅ジオラマを出ていきます。お風呂屋さん、町工場、鈴木オートと茶川商店、昔風のアパート、そして映画館、民家が数軒あって、図書館、市役所の前を過ぎて大きな踏切、そして今回の主役、市役所前駅に到着します。市役所前駅は一面二線の島式ホームになっていて、電車の行き違いができるようになっています。そして奥の方に善光寺駅から改装された電車の留置線が2本あります。
線路は市役所前駅を出ますとすぐに単線になって勾配区間に差し掛かります。ぼちぼち住宅がありますが、その先には田園風景が待っています。畑の畝は段ボールの畝で作成しました。農家の方が何やら作業をしていますね。そしてその先は川の堤防を兼ねた土手になっていて、土手の上には道路があって、そこから橋で川を渡っていきます。善光寺川という大きな川があるんです。樽田もその道路と並行してガーダー橋を連ねた鉄橋で善光寺川を渡ります。現在はまだここでジオラマ作りが止まっています。この先は動画を撮りながら作っていきたいと思っています。まずは駅正面の風景です。樽田の急行停車駅らしい風格があります。駅舎からホームまでの風景です。ホームは奥の方に両側に傾斜した屋根のあるところにあります。右の駅舎からホームに行くには構内踏切を渡りますが、そこを善光寺行きの特急電車が通過していきます。そして駅舎側から見た市役所前駅の全容です。右手の方に留置線を2本備えているんです。今度は反対側から見た市役所前駅です。駅裏に日通の事務所があって荷物の取り扱いをしています。留置線に100型電車、140型電車を横目に見て特急いで湯が通過していきます。こちら日通側にも駅への入り口があって、こうした構内踏切でホームへ上がれるようになっています。日通側にも道路があって踏切があって、駅前には田舎らしいイメージの古いよろず屋が懐かしいです。日通倉庫の踏切を渡った反対側にはちょっと立派な交番があって街の治安を守っています。今度は屋根のある駅ホームを見てみましょう。地方鉄道でこれだけの屋根がある駅はそこそこ大きな駅なんです。そんな市役所前駅を2階建ての特急いで湯が善光寺方面ホームをゆっくりと通過していきます。空撮シーンで見るとこんな感じです。特急型の1050型近鉄時代の面影を残す前パンの先頭車が素敵です。加藤の近鉄ニュービスタカーの C 編成に余剰があったので樽田カラーに塗ってしまいましたが、結構似合いますね。そして2本の留置線です。隣の善光寺駅に止めきれない電車を改装してきて留置しています。どうでしょうか。留置線を持つ電車交換駅市役所前、幅がたったの17センチで長さが140センチのジオラマです。最後に留置線へ分岐する付近のアングルから見ていただきましょう。交換用の線路が置いてあります。今日も鉄道事業者は安全第一、お客様を安全に輸送することをモットーに働いています。それでは今日の動画はちょっぴり短いですが、これで終わりです。樽の屋電鉄市役所前駅のジオラマでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や評価などしていただけたらとても嬉しいです。またお目にかかりましょう。